大スクープです。週刊文春と完全に予想が一致しました。今日発売開始の週刊文春にこの衆議院選挙の結果の予測が出てます。で、そこで出てるんですけど、これは何か適当にやったっていうわけじゃなくて、2021年とか、あるいは2022年の衆議院選挙とか、参議院選挙の結果を、見てですね、そこからの得票数だったりとか、あるいは最近の、政党の支持率、そういったところを鑑みて予想を立ててますと。で、中には激戦区って言って、これはどうなるかわからないっていうような区もあるわけですね。で、それ全国の、選挙区っていうと290、289ぐらいあるんですけども、小選挙区のうち、激戦が予想される103ぐらい、3分の1ぐらいの選挙区については、詳細の調査をしていると。その各小選挙区の有力な候補の講演会とかの現地の取材とかも綿密に行って議席の予想をしています。驚愕の結果が出てます。もうこれぜひ別に週刊文春の回し物ではないんですけども、もうぜひ買っていただいてご覧になっていただければなというふうに思います。もう驚愕の結果になってます。で、ただそれも先ほど言ったように適当にやったわけじゃなくて、綿密に調べた結果こうなりますという予想を立てていて、詳細載ってますので、ぜひ週刊文春買っていただいて、詳細を見ていただければと思います。で、その詳細のこの結果で自民党と公明党で、議席はどうなるかといったような予測が完全に一致しましたと。今まで動画でこのチャンネルでお話しさせていただいたこの予想となんと完全に一致したと。先に言ってしまうと83議席減ということであれば、この特別定額給付金の10万円の2回目給付近づくというお話をさせていただいてきました。そのシナリオでお話しさせていただいたんですけれども、この週刊文春が綿密に取材あるいは予想を細かくした結果、この83議席減ということで完全に一致したというところがありますので、そこでお伝えさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいているという方がほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたい。あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付されたい。あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金に関する情報が出ましたらすぐにこのようにお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速いきたいと思います。この週刊文春と完全一致をしたということでお話しさせていただきましたけれども、衆議院の選挙結果、自民党が大敗するというふうな予想が出てきているといったようなことです。先ほども言いましたけれども、それが実現すると特別定額給付金10万円の2回目の給付が近づくといったようなお話です。もちろん特別定額給付金10万円の2回目があるかないかっていうのは当然決まっているわけではないんですけれども、ただこういった今日これから今お話しさせていただくシナリオがもし実現していくということになれば、この10万円給付の2回目というものも現実に近づくというところですね。で、さらにこの一つにそのシナリオの一つに入っている衆議院の選挙結果の予測が今までこの動画でお話しさせていただいてきたものと、この週刊文春が総力を挙げて取材したこの議席の予想、完全に一致したと。83議席減、自民党と公明党で議席をこれだけ減らしますというところが完全に一致したというところがありますので、その詳細のシナリオについてお話しさせていただきたいというふうに思います。まず特別定額給付金ってなんだっけというところなんですけども、この特別定額給付金っていうのは、コロナ禍にやった給付金のことですと。全国民を対象に1人10万円を給付しますといったような給付金です。で、それの2回目ってなんだっけということなんですけれども、これは今国民の生活が非常に苦しいといったような状況にありますと。で、岸田首相はこの特別定額給付金、いわゆる1人10万円給付といったような給付金は
これはコロナ禍のような国難の事態でないとやりませんというふうに明言しています。ただ、我々国民の実感としては、コロナ禍より苦しいですというものがあります。なので、その2回目をぜひやってくれというふうに思っていますというところですね。そもそも特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて給付が決定したといったような経緯があります。もともと1世帯30万円というふうな案で閣議決定してました。ただ国民の声、いわゆる世論調査で国民がいや10万円給付やってくださいよということで声を上げたと。で、その世論調査、国民の声を受けて公明党が自民党に突き上げをしたと。いや10万円給付でやってくれっていうふうな声がめちゃくちゃあるんで、ぜひやってくれよということで、自民党を突き上げて、あるいは自民党の若手の議連からもですね、10万円給付やりましょうよという声が上がったと。さらには国民民主党とか野党からもそういう声があって、先ほど言ったように1世帯30万円というふうなことで閣議決定したものを組み替えて10万円給付になったというふうな経緯がありますと。さあ、ただこの時は自民党ですとか、あるいは公明党で主に検討されたっていうものがあります。与党ですね。なので、この与党の中では今この10万円給付っていうものを言ってる声がないので、なかなか実現していきにくいかなということもちょっと予想されますと。そもそも10万円給付を政策にしている党っていうのは、今は国民民主党であるとか、れいわ新選組にとどまりますと。国民民主党もれいわ新選組も、これは野党ですね。国民民主党はインフレ手当として10万円給付というものを、政策の柱にしています。あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回ですね、1年4回10万円給付するということを政策にしています。その財源もありますというふうに言っています。ただ繰り返しですが、野党にとどまるというところがあるので、なかなか給付は難しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今日これからお話しするようなシナリオをもってすれば、もしかして大逆転と、そして10万円給付の2回目というものが実現するようなシナリオについても可能性がありますので、その内容についてお話しさせていただきたいと思います。繰り返しですけれども、国民の声としてはコロナ禍より苦しいというものがあります。それは何かっていうと、物価が上がっているのに給料は上がっていないということです。物価、例えばスーパーに行っても2割3割値上がりしているような商品がいっぱいある。これも当たり前になってますよね。で、物によっては5割値上がりしているとか、そういうようなものもあります。に対して給料は上がってないと。いやいや、新聞とか見ると、例えばベア 5% とか、そういうの書いてあるじゃないですかと。もしかして給料上がってるんじゃないですかっていうふうな話もあるんですけれども、それはあくまで大手の企業に限られるというところですね。しかもその 5% っていうのは、もともと何%かは、基本的に給料が上がっていくっていうふうなものも含んでの 5% なので、実態はこの物価に対応するぐらいの、給料がアップしているっていうことはないということですね。で、さらに先ほど言ったように大手の企業に限られるので、我々一般的な国民の大半が勤めている中小企業というところに関しては、ほとんど給料が上がってないというところがほとんどだというところですね。で、それを受けて、超低支持率と、国民としてはコロナ禍よりも苦しいといったような実感があるのに、岸田首相はそういった政策はやりません、10万円給付やりませんよというふうに言っているので、めちゃくちゃ低い支持率になっているということですね。もちろん裏金問題とかもありますけれども、こういった政策がなかなか国民の納得いくところになってないということもあるかと思います。この先ほど一言にとってもですね、例えば岸田首相はコロナ禍のような国難の事態でないとやらないというふうに言ってます。ただ我々国民としては、例えばコロナ禍は旅行業とかレストランに関するようなお仕事ですとか、あるいは交通に関するようなお仕事、そういったお仕事はコロナ禍苦しかったと思います。ただ我々一般的な国民としては、その時と今も何か仕事が変わるってことはないので、その売上とかあるいはその給料が変わるっていうのはほとんどないはずですと。で、さらに物価が上がっているというふうな状態にあるので、コロナ禍よりももしかしたら今の方が苦しいっていう実感ありますよというふうに思ってます。であるのに対して岸田首相は、そういう給付金はやりませんと。コロナ禍みたいに苦しくないとやらないですよ。いやいや、今コロナ禍より苦しいんだけどという状態なので、ズレが生じていると。超低支持率になっているということです。さあ、この低い支持率というのを岸田首相は無視し続けるということができるんでしょうかというところなんですけど、それが一番のポイントですね。岸田首相が首相でいるためには解散が必要といったような背景があります。
それは何かというと、今年の9月に自民党総裁選がありますと。で、岸田首相は今のようにめちゃくちゃ低い支持率ですと、その1年後、来年の10月に衆議院の任期というのが来るので、その1年前の自民党の総裁選で、この自民党の議員がこの低い支持率の岸田首相を自民党総裁として再選するということはほとんど考えられませんと。なぜかというと、そのまま岸田首相が自民党の顔として、総裁としてその1年後の衆議院選挙を迎えれば、かなり苦しい戦いが予想されると。この低い支持率の岸田首相を自分の党の顔として選挙を迎えるということになれば、かなり苦戦が予想される。なんなら落選してしまうということで、この岸田首相をこの総裁選で買いに来ると。今年の9月に自民党総裁ではいられなくなってしまうと。つまりそれは首相でいられなくなってしまうということなので、岸田首相としては、この9月の自民党総裁選の前にとにかく解散をしていかなければならないと。そして解散をしてですね、自民党は大きく議席を減らすかもしれません。減らすかもしれませんが、なんとか過半数を確保して、国民の信を得ましたよと言ったようなことをもとにですね、自民党の総裁として、再選するというふうなところを狙っていますと。さあ、岸田首相はいつの解散を狙っているんでしょうかというところですね。このタイミングとしては、この政治資金規正法の改正、いわゆる裏金問題に対応する政治資金規正法の改正を行い、そして減税がスタートするこの6月がポイントなんではないかなというふうに言われています。6月に減税がスタートします。それから政治資金規正法の改正をこの6月までの通常国会で行うというふうに明言しています。なので、その6月の会期末というところを狙って、少し支持率が上がったところをもって解散というところを目論んでいるんじゃないかなというふうに言われています。さあ、本当に解散は6月なのでしょうかということで、野党が探りを入れています。その野党との、岸田首相とのですね、そういった国会でのやり取りの中から、岸田首相がいつの解散を狙っているかというところが明らかになってきています。令和の山本代表はいつ辞めるんですか、いつ解散するんですかということで3回岸田首相に質問しています。岸田首相は今は考えていないというふうに答えています。今は考えていない。これポイントですね。立憲民主党の辻元議員が同じように、総理、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかということで質問したところ、全く考えていませんと。ちょっとニュアンスが違います。つまり4月の解散は全く考えていませんと。ただ、辞める、解散するということについては今は考えていないというふうな反応ですと。なるほどと。となると、4月はないけれども、もしかしたら6月の解散があるということが見えてきますと。岸田首相にとってのベストのタイミングとしても6月というところで、おそらく6月解散を狙っているんじゃないかなということが言われています。で、さらに岸田首相の最新の支持率ということで言うと、JNN、これは TBS 系ですね、の世論調査の会社によると、支持率は 22% と、めちゃくちゃ低い支持率を更新しているというところですと。不支持率なんと 74% にも上っているということで、弱い現役のその首相の支持率とは思えないですね、ような結果になっているというところですね。普通はこれぐらいであればもう諦めて、退陣ということになると思うんですけど、岸田首相は全く諦めていませんと。この9月の自民党総裁選のこの自民党総裁の任期をもって退陣かというふうにも予想できるんですけども、いやいやいや、解散で勝負に出るということが予想されていますと。なぜかというと、同じような去年のこの時期ですね、通常国会が終わる6月にですね、マスコミに質問されて、解散考えてますかということで、それに対して、状況で判断しますというふうに発言していますと。なるほどと。岸田首相は常に解散のタイミングを狙っていますと。なかなか解散できずにここまで来ましたが、もうとにかく諦めずに解散を狙っていると
いうところはあります。さあ、そしてもう9月までが、期限というところでいよいよ迫ってきました。それまでのベストのタイミング、6月に解散するんではないかなということが一番予想されています。ただ、岸田首相はなんとか6月までに解散をして、なんとか過半数確保して、そして首相で居続けるというところを狙ってるんですけども、さすがに国民は怒ってますと。この週刊文春のもうぜひ読んでいただきたいんですけども、中でも予想されているように自民党がもうこれだけお伝えします。大敗する、しかも歴史的大敗するということが予想されています。そして大きく議席を減らして過半数割れといったような形になるというところが、もしかしたら可能性としてはあるんじゃないかなというところですね。その可能性も上がってきたということですね。で、もし自民党大敗ということになれば、自民党公明党で、与党ということで過半数確保できないので、3党以上の連立が必要になってくると。かつての村山政権のように3党以上の、政党で、与党になるということですね。で、自民党が大敗ということになれば、自民党は当然その大きく議席を減らしてしまうので、いろいろある政党の中で第一党、つまり一番多い議席を確保していたとしても、自民党総裁をそのまま首相として推せない可能性があります。めちゃくちゃ議席減らしてるんで。で、さらには連立を組んでいる公明党においても、その組織票の問題とかがあるので、公明党の代表をそのまま首相として推せない可能性ももしかしたらあると。で、そうなると一緒に連立を組んでくる国民民主党であるとか、そういった一緒に連立を組んだ政党の代表が首相として推されるという可能性はあります。例えば国民民主党、今回もしかしたら議席を伸ばすというふうに予想されています。この週刊文春でも大きく議席を伸ばすというふうに予想されているのが国民民主党です。で、さらにその自民党に近い政党ということでも国民民主党ですね。例えば、立憲民主党、あるいは維新といったようなところも今回のこの選挙では週刊文春でも同じように議席を伸ばすんじゃないかなっていうことを予想されています。ただ議席伸ばしたとしてもパッと考えて維新とか立憲民主党が自民党と連立を組むってことはもう考えられないので、そういう意味では政策について議論したりとか政策調整したりとかですね、あるいは与党入りっていうことも少し検討されたような国民民主党がもしかしたら一番近い政党なので、与党入り連立政権を組むっていうことが予想されますというところですね。そうすると国民民主党の玉木代表が議席も伸ばし、そして晴れて与党入りという形になるので、首相として推薦されて、晴れて首相になるというシナリオも考えられますと。国民民主党の政策おさらいします。インフレ給付ということで10万円、1人10万円の給付ということを言っています。で、それから消費税の減税も言ってますね。これは実際に去年の11月に参議院にですね、消費税減税法案ということで提出もしています。消費税減税が望まれている理由というところについて整理しました。この給付金の動画出させていただくと、この消費税減税もぜひやってくださいっていうコメントをたくさんいただいてます。で、その中身について整理しました。だいたいこの4つの項目を皆様コメントしていただいています。消費税の負担が大きいっていうふうなお声もあります。当然何かを買うっていうことについて毎回かかってくるのが消費税です。その負担が大きいっていうふうなことですね。それからその逆、経済的影響の持続ということで、もしそれがなくなるっていうことであれば、例えば10万円給付を1回されるといったようなことに比べて、もうずっと今まで大きくかかっていた税金がかからないということになるので、その影響は大きいですよ、その還元は大きいですよというふうなお話。あるいは消費の刺激になる。物を買うということについて、毎回必ずかかってくるのがこの消費税なので、それがなくなるということであれば、たくさん物を買うような人も増えるんじゃないか。消費の刺激になるんじゃないかというふうなお声もあります。それから税負担の公平性ですね。例えば所得税は収入が多い人からたくさん、収入が少ない人からは少しいただくっていうふうな税金です。それに対して消費税は、収入が多い人でも少ない人でも同じ金額のものを買うということについては、同じ額だけ税金がかかりますよということなので、公平じゃないというふうな声もあります。そういったような形で消費税減税も望まれていますというところですね。さあ、国民民主党の玉木代表が、いよいよ首相になる可能性っていうのも、これでだいぶ出てきたというふうに思ってます。先ほどから繰り返し言っているように、
この週刊文春が綿密に取材した結果、そのように自民党が大敗する可能性があると、大きく議席を減らすというふうな可能性について言っているので、その可能性もめちゃくちゃ伸びてきたんじゃないかなというふうに思います。そこで玉木代表が本当に首相になった場合、この10万円給付、消費税減税ちゃんとやりますかということで聞いてみました。もちろん国民民主党の本部に電話したんですけど、玉木代表はちょっといらっしゃらなかったんで、他の方からお話伺ったんですけれども、このシナリオあると思うんですよねと。自民党大敗して、そしてもしかしたら玉木首相が推薦されて首相になる、このシナリオ全然あり得ると思いますと。で、10万円給付、消費税減税っていうのを政策の柱にしてますよね。玉木代表が首相になった場合でもちゃんとその政策やりますかと。まさか引っ込めないですよねっていうことで聞いてみました。なるほどと。選挙に向けて、衆議院選挙に向けてですね、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていきますけれども、この柱の政策、10万円給付と消費税減税はブレる可能性は低いと思うというふうなお話でした。なるほどと。信じていいんですね、国民民主党と。この玉木代表がもし首相になった場合、10万円給付、消費税減税の実現に向けて動いていきますと。なるほどと。わかりました。本当に信じますよというところですね。じゃあどうなるかと。すべては選挙にかかっているということです。すべては衆議院選挙にかかっているということですね。ただ選挙っていうのは先ほどからお話しているように、この選挙、衆議院選挙で、勝つということが必要なんですけども、この小選挙区の闇というものがあって、なかなか政権をひっくり返しがたいような現実もあったりとかします。この本当に繰り返しなんですけども、この週刊文春の予想では、その小選挙区でも大幅に自民党が議席を減らすという予想を立てているんですが、小選挙区制度はなかなか手強い、そういった選挙の制度です。その闇についてお話ししたいと思います。まず一つ目、結局地元推しに入れてしまうということがあります。これは何かっていうと、例えばこの地元で当選している議員が、自民党だったりとか、あるいは裏金をやっていたということになっても、それぞれ各地域の地元の名士なので、その議員にやっぱり入れてしまうということがあったりとかします。例えばここは、千葉4区とかあるいは千葉14区だったりするんですけども、この地元には野田さんという元総理の方がいらっしゃいますと。選挙になればもうほとんどの人がその人に入れる、めちゃくちゃな得票率というぐらいに、本当地元でも人気もあるし、もちろん実績もあるし、お人柄も良いと。選挙活動、あるいはその皆さんにこの政策を伝えるってことについてもめちゃくちゃご尽力されていると。もう人気もめちゃくちゃあるということで想像してみると、例えばその野田さんがもし自民党でしたと。実際は立憲民主党ですけど、自民党でした。あるいは裏金をやってましたということになったとしても、自民党は良くないかもしれないけども、野田さんは個人的にはいいしなと思ってしまったり、あるいは裏金やってましたという話になっても、慣習、自民党の慣習、派閥の慣習でやっていただけで、野田さん個人に関しては、ある意味個人的に悪いっていうわけではないしな、刑事告訴もされてるわけじゃないしなというふうなことを思ってしまって、もしかしたら野田さんにそのまま票を入れてしまうというところですね。で、これがこの千葉4区、千葉14区の、野田さんだけがそうだと思いがちなんですけど、そんなことなくて、各地域の小選挙区はそれぞれその地元の方ってやっぱ愛着あると思うんですよね。なのでその地元の小選挙区で、結局その自民党だっても裏金議員だっても結局投票してしまうというところももしかしたらあるんじゃないかと思います。自民党の議員、裏金議員が全員負けるってことはもしかしたらないんじゃないかなというふうに思ってます。結局地元推しに入れてしまうという闇ですね。で、それから2つ目に、今と近いところなんですけど、与党アドバンテージっていうのがあります。例えば今言ったように、もしその野田さんがですね、自民党だった場合、自民党は与党の議員なので、自分の地元の選挙区、小選挙区は
もうぜひ与党の議員でいてほしいと思いがちっていう風な与党アドバンテージもあります。これはまあ想像すると、例えば地元の議員がですね、その与党の議員だと地元にとっていい施策をしてくれるはずだっていうふうに思いがちって、実際そういうところもあるかもしれないんですけども、思いがちというところがあったりします。それで与党であるから、例えば自民党が政権をひっくり返されて与党じゃなくなってしまうというところまでもし想像できないんであれば、やっぱり与党である自民党とか、公明党とかの議員に入れてしまうというところがあったりとかします。それから立候補していない選挙区がある、擁立されていない選挙区があるっていうのがあります。例えばこれは10年ぐらい前に、維新がめちゃくちゃ人気伸ばしてた時にですね、維新の議員に投票したいんだけれども、全国で維新の議員が擁立されてない、立候補してないと。立候補していない区がたくさんある。関西はたくさん立候補しているけれども、小選挙区で全国で立候補してないというふうなことがあったりしました。でその場合ってその維新の議員小選挙区で入れたいなと思っても自分の選挙区にいないので、投票できないというところがあります。それに対して自民党は全国津々浦々もう全ての立候補全ての選挙区で立候補しているので、そういった形で多く投票者を、当選者を取りやすいというところがあります。それから野党共闘がそもそもありえないと。これは選挙制度ってことじゃないんですけれども、野党共闘っていうのがありえないってこともあったりします。これはもう野党が反省しなきゃいけないところなんですけれども、この野党共闘っていうのは例えば自民党でないっていうんであれば、そう思った人は共産党とか立憲民主党とか国民民主党とかあるいは新選組とかもうどこか分かんないけれども、もうその我々みんなで決めた政党の決めた候補に入れてくださいというものが野党共闘です。でこれってそもそも選挙っていうか、国民をバカにしてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でそもそもその候補だったりとか、あるいはその政党の政策に納得して投票するというのがそもそも選挙であるのに対して、繰り返しですけど自民党でないと思うんだったら我々が決めたこのどこか分かんない政党のこの候補に入れてください、そもそもありえないんで、その国民をバカにしてるんで、野党共闘っていうのはそもそも論理が破綻しててありえないっていうのもあったりとかします。そんなことやってるのになかなか勝てないってこともあったり、野党が勝てないっていうのがあったりとかするんですけども、これはちょっと選挙制度っていうことよりも野党がちょっと反省しなきゃいけないところだというふうに思いますと。じゃあどうすればいいかということなんですけども、とにかく比例で絶対どっかに入れるっていうことですね。はい、でこの例えばの例で、実はこの動画で何回もお話ししていて、同じ話で恐縮なんですけども、例えば立憲民主党の野田さんが例えば小選挙区は野田さんがいいなと思って投票したとして、ただ比例は立憲民主党じゃないなっていうふうにもし仮にですね思った場合でも、どこかには必ず入れるっていうことですね。でそこで白票にして投票してしまうとそれはカウントされないので、とにかく自民党以外のどこかの票には入れると。立憲民主党じゃないともし仮に思った場合でも、国民民主党でも何でもいいですけども、とにかく入れると。そうすることによって自民党以外の政党が当選するっていうふうな確率が上がりますので、絶対白票にしないと。比例で絶対どっかに入れるっていうのも大切になってきます。さあ、お待たせしました。この週刊文春の議席の予想。詳細はとにかくこれを買っていただければと思います。別に回し物じゃないんですけども、本当に綿密に書かれていて、で、驚愕の予想になってます。もう今日発売ですけど、ぜひ買ってみていただければと思います。その週刊文春の予想と完全に一致していたというふうな結果になります。今日は、この衆議院選挙の結果予想、もう一回ちょっと細かくお話しさせていただきたいと思います。自民党っていうのは、この衆議院の議席において、ちゃんと各地域の小選挙区で確実に勝ってきていますと。衆議院の定数というのは465あります。そのうち小選挙区っていうのは289なんですけれども、自民党はそのうち260議席を確保していて、そのうち小選挙区は190ありますと。この465分の289、つまり衆議院の全体の小選挙区の割合よりも小選挙区の割合が多いと。つまり確実に各地域で地元の評価を得て票を獲得して議席を獲得していると
いうのが自民党。意外と、今裏金とかでですね、問題になっていたり、支持率はめちゃくちゃ低いんですけれども、各地域で必ず戦って勝ってきていると。それが今の自民党です。で、その小選挙区190議席あります。比例区は70議席あります。それぞれ分けてですね、その190議席のうち裏金議員50人とそれ以外の議席140ということに分けました。で、そのうち裏金議員は先ほど言った地元推しに入れるっていう闇はあるんですけども、ただ5割ぐらい負けさせてくれと、ぜひ5割の議員を落選させると25議席ということになります。それから小選挙区140議席あるうちの、これはある程度地元で勝ってくるだろうということで、2割減ということで112議席ということで予想しました。それから比例区ですね。で、これは最新の自民党の支持率。これは岸田内閣の支持率 22%。自民党の支持率の最新は 23% なので、その 23% をそのまま、衆議院の小選挙区の議席289に 23% をかけました。そうすると40議席になりますね。で、25議席、112議席、40議席ということで、177議席で83議席減ということで、完全に週刊文春の予想と一致をしましたと。で、公明党は、裏金一切別に関係ないですし、この小選挙区9、比例区23ということで32議席確保しているんですけれども、これはもしかしたらそのまま来るんじゃないかなということで予想してみました。比例区は、もちろん全国の、後援の、組織がいますので、その、比例区はそのまま来るだろうと。で、小選挙区も、公明党各地域ガチガチで強い地域で勝ってきて9議席なので、もしかしたらそのまま行くんじゃないかなというふうに予想しました。その結果、合計209議席ということで、83議席減という結果になりました。繰り返しですけど、完全に週刊文春の予想と一致をしました。週刊文春、繰り返しですけれども、各地域の激戦区、103の区については、103の激戦区については、もうその各小選挙区の地域の講演会とかの、取材をしたりとか、足を使って綿密に確認をしています。その結果、83議席減といったような予想を立てていますが、その予想と完全に一致したというところです。詳細については多少違うところがありました。それは本当に、週刊文春買っていただいて確認いただければと思うんですけども、公明党はもう少しちょっと議席を減らしていたり、自民党はもう少し議席を減らさないという結果になっているのが週刊文春の予想なんですけども、いずれにしてもとにかく、自公でですね、合わせて83議席減というところが完全に一致したということです。さあ、いよいよ大幅な過半数割れということで、この特別定額金10万円の2回目の実現が近づいたというところですね。で、我々がこの再三予想しているこの中で、国民民主党が与党入りした場合の、その実現というものが近づくというシナリオなんですけれども、その国民民主党の本気度、今回の選挙、どれだけ立候補するのかと、どれだけ本気ですかということで改めて聞いてみました。前回は21名立候補して11名が当選してますと。今は議員7名になってます。あれ ?4 議席減ってますけどっていう話なんですけど、これは前原さんをはじめとする3名4名がとにかく離反して国民民主党を離れたといったようなことに現在はなっています。国民民主党で立候補して当選して別の政党を作る、あるいはもう党を出ていくっていうことになれば、一回失職して国民の信を仰ぎなさいよという意見があるっていうのは承知してますし、私もどっちかというとそちら寄りの意見なんですけども、いずれにしても今の議員は7名ということになってますと。で、プラス国民民主党のホームページには23名の立候補予定者、推薦の予定者っていうのが載ってるので、じゃあ合計で30名ぐらいですかということで国民民主党に聞いてみました。で、同じように本部にかけたところ、同じように、玉木さんはいらっしゃらなかったんですけども、本部の方、同じようにお答えいただいて、載ってるのはそれぐらいなんですけども、それ以外に例えば地方の議員とかいますし、もっともっと擁立、立候補公認していきたいというふうに思ってます。最終的には40名を大きく超えるぐらい、立候補を立てたいと、擁立したいというふうに思っているという話でしたので、なるほどね、と。めちゃくちゃ本気ですね、と。
いうことで、この21名のうち11名を受かるっていうふうな、前回と同じ当選の確率で言うとですね、40名が、半分ぐらい、半分以上受かるってことになりますし、さらに現職もいます。より当選しやすいということもありますし、国民民主党、めちゃくちゃ今勢いがありますと。注目もされているということで、もしかしたら30名を大きく超えるような当選というものも考えられなくないといったような状況です。さらに国民民主党は本気になっているということです。自民党、公明党で合わせて83議席を減らし、そして国民民主党躍進ということになれば、いよいよ10万円給付、消費税減税というものの実現が近づいてくるというところですね。で、岸田首相はであるにもかかわらず、未だに甘々な意識でいますと。この裏金議員に関しても大甘な処分をしたということで、さらに国民が怒っているといったような状況です。実は岸田首相は令和4年の6月に開催した岸田首相ご自身の政治資金のパーティーに新しい疑惑っていうのが浮かび上がってきています。これは広島地検に告発が実はされています。で、広島地検っていうのはそれを受理したかどうかっていうことは明らかにしていないんですけれども、なんとその自民党だけでなく岸田首相自身にも政治資金パーティーの疑惑について告発をされているという状況です。で、さらにこの自民党は裏金議員この85人に対してなんと39人しか処分しませんということで、とにかくふざけるなという声が方々から上がっている。もうとにかく国民は怒っているということですね。岸田首相のこの最新の世論調査と JNN、先ほどと同じように TBS 系の世論調査の会社によると、岸田総理も処分を受けるべきだという声が 61% になっているということで上がってきました。で、さらに、ちょっとこの大甘の処分ということが上がったその日の朝の番組でですね、この内容に対して同じように岸田首相も処分を受けるべきかどうかというふうな、リモコン使って投票するやつで、その日のですね、朝のニュースでは、その結果 90% を超える人が、処分を受けるべきというふうな回答をしています。もしかしたら、それが現実的な、支持率ということになってくる可能性もあります。そうなると、この83議席減というものが、現実になってくるというところがあります。この83議席減っていうことは、つまり野党の議席が83増えますよっていうことなので、相当この今まで自民党公明党でやってきたこの政権運営っていうものがやりづらくなると。つまり野党の政策というものも実現に近づくというものがあります。国民民主党はもしかしたら与党入りしないですと、連立組みませんよということを未だに言っています。これも実はここにはちょっと書いてないんですけれども、国民民主党の本部にもう一回連絡して聞いてみたところ、いや、もし例えばこのシナリオあったとしても、その連立を組むっていうことでは考えていませんというふうに言っています。ただ裏ではもしかしたら自民党、昨年あったようにですね、国民民主党の与党入りっていうのをちょっと検討するみたいなことを言われたような時期もありましたし、もしかしたら裏で言われてるかもしれませんし、あるいは選挙後、もしかしたら連立入り、与党入りっていうこともあり得るかもしれません。全ては選挙後というところになってくるんでしょうです。なってくるんではないかというふうには思われるんですけれども、なかなかこの、国民民主党の後ろ盾になっているような、その団体がですね、なかなかその与党入りについて、許可を出さないっていうふうな可能性もありますと。で、そうなると、この国民民主党はもしかしたら与党入りしないということもありえます。で、与党入りしないんですけれども、政策協議をやりますというふうに言ってます。つまり政策ごとに是々非々で、つまりこの政策については合意する、あるいはこの政策については反対するということで、与党ともやっていきます。どこの政党ともやっていきますよっていうふうな話で玉木代表は言ってるので、ということになると、与党入りしないで政策について、例えばこの10万円給付とか消費税減税とかを、賛成してくださいよということで、提案していく可能性はあると思います。で、その方が実は連立政権入りしてしまうよりも
実現の可能性は高いんじゃないかなというふうに思ってます。どういうことかというと、例えばこの与党の一員になってしまうと、いろんな予算に鑑みて、なかなかこの10万円給付とか消費税減税、結局できませんでしたというふうなことになる可能性も高いんじゃないかなと思ってます。それに対して、政策協議をするってことになると、交換条件になるわけですね。10万円給付とか、あるいは消費税減税を、ぜひやってくださいと。で、それについて賛成をしてもらえれば、予算案については、賛成しますよと。そういうような駆け引き、交換条件になるので、実は与党入りしない方が、この10万円給付の2回目、可能性は高いんじゃないかなというふうにも思っていますというところですね。給付金の最新情報についてお話ししました。先ほど言ったように、この週刊文春と予想が完全に一致したということで、本当にこの自民党を大敗して、特別定額給付金10万円の2回目、可能性は高くなってきたんじゃないかなというふうに思ってます。で、先ほど言ったように、この動画っていうのは個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関する情報が出たらすぐに知りたいと思っている方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請して、できるだけ早く給付されたい、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関する情報が新しく出たら、すぐにこのように動画でそこでお話しさせていただいてますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それから、この給付金に関する動画っていうのは本当にたくさんの方が見ていただいてますと。で、コメントも本当にたくさんいただいてるんですけど、たくさん見ていただくっていうことは、その政治家の方もご覧になっていただいてるっていうことが可能性高いんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひこの10万円給付とか、あるいは消費税減税っていうことについても、賛成、もう反対、もう本当一言だけ構いませんので、そういったことをぜひ入れていただいて、ぜひその国民の声を政治家に届けたいなと。岸田首相とか自民党とか、あるいは国民民主党の人に届けてぜひ実現させたいというふうに思ってますので、コメントを少しでも入れていただければというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。今日は週刊文春のこの記事の詳細についてはお話ししませんでしたが、予想が完全に一致したというところでお話しました。詳細についてはぜひ買っていただいてご覧になっていただければと思います。今日発売なんですけれども、詳細のこの情報、本当に衝撃的な内容になってますので、興味持っていただけるんじゃないかなというふうに思います。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。